今から70年ほど前、日本と中国で爆発的に流行した歌がありました。ホーリーチュン在来。日本語の題はいつの日君来たるや。恋人との再会を願うこの歌は1939年昭和14年、人気歌手渡辺浜子が歌い大ヒットしました。もともとこの歌が誕生したのは中国の上海でした。歌い手は秋蝉。金の喉と称えられた女優が映画の中で歌ったのです。続いて歌ったのは李香蘭。当時満州と呼ばれた中国東北部で日本人でありながら中国人歌手としてデビューし、数奇な運命をたどります。さらに戦後はテレサ・テン。20世紀を代表するアジアの歌姫たちが戦前戦後を通して歌い継いだ曲、それがホーリーチュン在来なんです。中国北京の郊外にある通称ロック村。ここにホーリーチュン在来に思いを寄せる一人のロックミュージシャンがいます。ファンキー末吉さん。1980年代末に人気を集めたロックグループ爆風スランプのドラマーとして活躍しました。ここ10年は中国を拠点に新人歌手のプロデュースをしたりスタジオミュージシャンとして活動してきました。そして今70年近くも前に作られたホーリーチュン在来のロックバージョンを世に出そうとしているのです。この曲ってテレサ・テンだけじゃなく本当にいろんな人がこの曲を歌ってその度に禁止されたりですね、精神汚染音楽だと言われたり、ものすごい数奇な運命をたどった曲だと思うんですよね。何回も歌い継がれるっていうだけですごいのに、歌い継がれるたびにこんなロックなドラマを作っていくっていうね、どんな曲なんじゃっていう感じですね。何度禁じられてもよみがえり歌われ続けてきた歌。人々はどんな思いでこの歌を口ずさみ愛してきたのでしょうか。ファンキー末吉さんと共にこの歌の70年にわたる物語をたどってみることにしました。今宵离别后，何日君再来？中国の首都北京。ファンキー末吉さんがホーリーチュン在来と出会ったのは1993年に中国人の女性と結婚した頃でした。ああ聞いたことあるなこの曲、覚えようって思ってた時にその嫁さんがこの曲はね私のお兄さんとかねお父さんとかお母さんね
この時代は聴いちゃダメなで、私の小さい頃もあんまり歓迎されないっていうか聴いちゃいけない曲だったっていうんでね、聴いちゃいけない曲なのになんであんた歌えんのって言ったら笑いながら、そんなの隠れてこっそり聴いてたに決まってんじゃんって言うんですけれどもね。ホーリーチュン在来、お年寄りの中にはこの歌を懐かしむ人も少なくありません。有很多歌吧。周璇的那个吧，周璇的那个周璇的歌曲，我们的解放前都唱的。是吗？哎，这何立军再来呢？就是何立军再来，还有什么呢？就是啦。会唱吗？会唱。会唱了。唱一下。哎，这何日君再来怎么唱来的？好，对。好不常在，好景不常在，是吧？对。何日君再来。ホーリーチュン在来は1930年代の上海で生まれました。その頃の上海は東洋のパリと呼ばれるアジア最大の文化都市で、イギリス・フランスが治外法権を持つ疎開があり、日本人も数多く暮らしていました。競馬場、ナイトクラブ、ダンスホールが華やかな社交場としてにぎわい、映画館ではハリウッド映画が上映されていました。そんな時代に三世という歯磨き粉の会社が作ったミュージカル映画「三世満月」、その主題歌がこの歌でした。ホーリーチュン在来とは中国語で「いつあなたは帰ってくるの」という意味です。歌ったのは当時上海で人気のあった女優周璇。1937年19歳で出演した映画「マーロー天使」で一躍大スターとなった彼女は金の喉と呼ばれる歌声の持ち主でした。見学だったわけです。その中で訪日の映画や訪日の歌を表立って発表することが難しくなっていました。ですから一見無関係な恋愛映画や流行歌、そこにいろいろな意味を見出したのです。ホーリーチュン在来もそのような歌の一つでした。喝完了这杯再说吧。今宵离别后，何日君再来？このメロディー甘くてロマンチックでニコなんかに合うかもしれませんね。日本では戦意高揚の勇ましい歌を歌おうって時代だったと思うんだけど、上海ではそんな日本軍に囲まれてる中でこんな甘く綺麗な恋の歌をと言って誕生したっていうのはなんか不思議な生い立ちですね。上海で大流行したホーリーチュン在来は翌年の昭和14年日本語の歌詞が付けられレコードとなって発売されます。歌ったのは当時の大人気歌手渡辺浜子でした。
つの日君来たるや」というタイトルが付けられたレコードは大ヒットしました。昭和14年から16年、日米開戦直前という時代に2年半で5万9000枚売れたと記録されています。渡辺浜子のレコードがヒットした翌年の昭和15年、中国語のレコードも発売されます。歌ったのは映画女優の李香蘭。当時満州と呼ばれた中国東北部と日本で大人気を博していました。日本人でありながら中国人歌手としてデビューした美少女です。渡辺浜子と李香蘭、2人の歌姫が歌うことによってホーリーチュンツァイライは大陸と日本を結ぶヒット曲に育っていったのです。ホーリーチュンツァイライをヒットさせた立役者の一人は今も日本で健在だと知りました。ぜひ会って当時のことを聞きたい、そう思いました。李香蘭こと山口淑子さんは日本の敗戦後、中国で売国奴として処刑されかけます。危ういところで日本人であることが証明されて帰国します。その後映画女優、テレビ司会者を経て12年間参議院議員を務めました。今は第一線を引き静かに暮らしています。満州新歌曲という番組を法典放送局でやりたいから、その歌を歌ってくれって言われたのがそもそもその歌を出したきっかけ。その時にホーリーチュンツァイライなんか歌い出した。あ、その時にもすでにお歌いになった。ともかくある意味でトップのポピュラーな歌でしたからね。でいい歌だったし、そうですね。花不常開好景不常在ってその意味が深いでしょ。漢文で言うとね、美しい花不常、美しいお花はどこにでも咲いているものではない。好景不常在、いい景色もどこにでも存在するものではないっていうのがこの2行ですよ。で日本だとね、やるせ日本語の歌詞なんだっけ、忘れられないあの日のことよって、それだけなんですよ。で本当はね意味がもっと違うんです。今申し上げたよね、好花不常開好景不常在。帝国陸海軍は最初は日本でした。太平洋戦争が始まって1ヶ月後の1942年昭和17年1月、コロンビアレコードがこの歌を製造中止にしてしまったのです。昭和17、18年頃に大量のレコードが製造中止になりましたけれども、一つはその時局に合わないという理由で、発売中止になった。もう一つは、当時は繊維工用のレコードを作らなきゃいけない。で繊維工用のレコードを作ると、レコードの材料の配給があるんですね。ですから配給の中で物を作らなきゃいけないという理由があって、こういうレコードは、その製造の対象からだんだん外れていったと。次は上海でした。同じ年の9月、日本軍がホーリーチュンツァイライを放送禁止にしてしまったのです。山口淑子さんも上海で歌うことを禁じられました。
ホーリーチュン在来が日本軍に追われた国民党軍の帰りを待つ歌だと言われ問題にされたのです。当時までだから国民政府とか延安政府とかと対立してた日本軍がいたわけですね、だからとても歌の検閲なんかも厳しかったわけですよ、でそのホーリーチュン在来を歌う時にそのホーリーチュンっていうがそうそう、チュントイでチュンとチュンにっていうチュンと同じ発音なんですね、一声で。なんかね、こじつけに聞こえるんですけどね、そんなに敏感な問題ですかね。それでその私が着てた洋服がね、青天白日記でその国民政府の国旗を意味してないかって言われて、そんなこと何にも考えないで歌ってるんですけどね、で見たらそのブルーのカーテンが横にあって、白、私が白を着て後ろは赤だったのかな、なんかこう青天白日記からその旗の日本だったら日の丸ですから白と赤ですよね、なんかそういうようなことを当時の警察っていうのは公務局っていう公安局の方たちがね、あの歌を歌っちゃいけないって言われたんですよ。ホリチュン在来歌っちゃいけないって。でチュンっていうのはどっちを何を指してね、帰ってきてくれって、ホリチュン在来あなたいつの日再び君に今見えんって歌ってるけれどもね、本当は軍隊のチュンなんだろう。そういうふうにみんな歌うってかかる戦争の時代でしたからね。なるほどね。日本でも中国でも厳しい状況に置かれてしまったホーリーチュン在来。しかしいろいろ話を聞いていると全く歌われなくなったというわけではないようでした。私は渡辺浜子さんの娘さんを訪ねることにしました。渡辺さんの日記に昭和19年にホーリーチュン在来を歌ったことが記してあると聞いたからです。どうも。なんかうわ十分手帳、よくホーリーチュン在来歌ってたんですけれど、こんなに何かいろいろなエピソードがあるということは今回お電話をいただきまして初めて知りました日記は従軍手帳に記されていました。昭和19年陸軍の命令で中国湖北省の漢口に行った時のものです。重慶向け大敵宣伝放送。7月25日火曜日夜11時より広陽重慶へ向け大敵放送を行う。ホーリーチュン在来中国語にて着任以来の任務に心躍る。重慶とは国民党軍の本拠地です。そこへ向けて中国語でホーリーチュン在来を歌ったというのです。不思議ですよね。なんでまた放送を禁じられていたホーリーチュン在来が大敵放送として使われることになったのか。中国語で歌ったというけれど、もしかして中国語の歌詞にはもっと深い意味が込められているのかもしれない。私が訪ねたのは私の中国語の先生の一人でもある相原茂先生、中国言語文化の専門家です。相原さんによればこの歌詞には大人の恋のやり取りが濃密に表現されているといいます。今この時喜ばずして一体あなたはいつね楽しもうというのかと、この甘美なメロディーに乗って言ってくるのがもうね今宵楽しみましょうというちょっと
お誘いの言葉深いですね。不安そうな感じ、こうエッチな、そうですねけしからんと、やっぱりそういうのもこの歌の中に含まれてる。まあこの歌がその敵に対する謀略の放送に利用されたということは、まあ、結局今夜別れたらもうあなたとは会えない、せめて今夜は2人で感を尽くしましょうという、明日のことは考えない刹那的なといいますかね、そういうのはやっぱり戦意を喪失させるに十分な効果を期待したと言っていいんじゃないでしょうか。帰ろうとする男を引き止め、今宵は喜びを尽くそうと酒を勧める女。男は誘われるままに女と一夜を過ごすのです。当時中国の徐州でこの曲を聴いた作家の段彩華さんは、渡辺浜子の「ホーリーチュン在来」が別の意味に聞こえたと言います。私が小学校に登校する時、ラジオから「ホーリーチュン在来」が流れてきました。じっと耳を傾けると、日本人の女性が歌っていると分かりました。その時、ホーリーチュン在来の「ホー」という部分を強く発音して歌ってたんです。それはホージェンの「ホー」という発音でホーリーチュン在来と聞こえました。それは文字にするとが日軍再来、日本軍が再び来ることを祝うという意味でした。段さんは日本軍が歌詞を改ざんしたのだと思ったそうです。日本軍がこの歌詞をわざと日本軍が再び来ることを祝うという意味に変えて日本人歌手に歌わせたと国民党軍の部下から報告を受けた介石はこの歌を禁止することにしたのです。歌というものは本来人を幸せにするもんだと思う。でもホーリーチュン在来は何かが違う。いつも別な目的で利用されては禁止されてしまう。そういう運命を背負った歌なんだろうか。台湾でもホーリーチュン在来は厳しい迫害にさらされました。介石の国民党軍が台湾に逃れてきてから実に40年近くもの間歌うことを禁じられていたのです。1971年に作られた一冊のリスト。ここには当時国民党が禁止した歌のタイトルが全て記されています。ホーリーチュン在来は退廃的な思想を持った歌という理由でこのリストに加えられました。台湾の音楽評論家張無瑞さんは禁止された歌について長年研究を続けてきました。介石が台湾に来た1949年頃、国民党はおよそ200曲を禁止しました。その中にホーリーチュン在来も含まれていました。禁止の理由は、例えば浪費文化の規定、退廃的な恋愛の歌、ダンスミュージックがそれにあたります。もう一つは作曲者が介石と一緒に台湾に渡ってこなかったケースです。そういう作曲者の作った曲は共産党側の歌とされました。台湾でホーリーチュン在来が解禁されたのは1987年になってからのことです。20年近く経った今では誰もがカラオケで歌う人気曲になっています。
君再来，你们常唱这首歌吗？有，很喜欢。みんな知ってますか？大家都知道这首歌吗？知道。この歌を再び表舞台に登場させたのは一人の天才少女でした。中国語圏での芸名は天理チュン、日本ではテレサ・テンの名で知られています。テレサ・テンの両親は介石に従って大陸から移ってきました。歌の好きな母親の影響を受け、少女は歌手となります。これは1967年14歳のテレサ・テンが出したデビューアルバムです。このレコードの4曲目に針を落とすと、あのメロディーが流れてきました。タイトルは GC ニーホイライ。意味はいつあなたは帰ってくるの。ホーリーチュンツァイライと同じです。実はこのデビューアルバムには2つのバージョンが存在していました。9月発売のものと10月発売のもの。そこからは禁止されていた歌を再び世に出すための一つのからくりが浮かび上がってきます。テレサ・テンの熱烈なファンで、この2枚のレコードを所有している張文豪さんがその秘密を教えてくれました。このレコードには2つのバージョンがあって、あまり保存状態が良くないのですが、9月に出たバージョンには GC ニーホイライとタイトルを変えたホーリーチュンツァイライは入っていません。こちらは初回プレスの9月の版です。4曲目に針を落とすと、全く違う歌が流れてきました。タイトルはニュアールチュンとなっています。これは推測ですが、9月バージョンにはホーリーチュンツァイライを入れずに検閲を通しておいて、その後10月版で歌を差し替えたんだと思います。レコードデビューから3年後の1970年、テレサ・テンは仕事の拠点を当時イギリス領であった香港に移します。自由に好きな歌を歌える環境を求めたのです。それをきっかけにホーリーチュンツァイライの新たな動きが始まりました。テレサが香港で出したテープが中国大陸で大ブームを起こしたのです。上海市郊外に住む江国祥さんは1980年頃、テレサ・テンのホーリーチュンツァイライを聴いたといいます。その頃宝物だったカセットテープを今でも大事にしています。当時友人が香港から持ってきたテープを借りてコピーさせてもらいました。テープのタイトルはイーフォン・チンシュ。その中にホーリーチュンツァイライが入っていたのです。これがそのテープです。初めて今までと違う甘い歌声を聞きました。それは心が洗われるような新鮮な空気という感じで体が震えました。確かに。1978年、中国の最高実力者となった鄧小平は外国の資金技術を導入するため改革開放路線を推し進めました。
その流れの中でテレサ・テンの歌声も中国に入り込んできたのです。人々の間で火がついたブーム、ホーリーチュン在来の復活に当局は直ちに反応しました。1980年5月27日、上海で発行されている全国紙「外報」に「ホーリーチュン在来とはいかなる歌か」という記事が掲載されます。日本はこの歌を上海などの都市を占領した後、中国人民を勃発させるために流行らせた。そのためこれを亡国の歌として排斥したと記されています。当局はあくまでこの歌を認めない姿勢を明らかにしたのです。中国の姿勢を逆手にとって利用しようとしたのが台湾の国民党でした。中国大陸にほど近い金門島のスピーカーから連日大音量で「ホーリーチュン在来」を流しました。大陸の人々に中国ではダメでも台湾ならこの歌を自由に聴けるとアピールしたのです。1981年12月のニュース映像にはテレサ・テンのカセットテープを石鹸、化粧品などの日用品とともに大陸に向けて飛ばす様子が映されています。4ヶ月後、中国共産主義青年団の機関紙「中国青年報」はホーリーチュン在来を黄色歌曲、つまりわいせつ音楽だと記しました。中国当局はこの歌がわいせつで精神汚染を除こうと題した記事を発表します。ホーリーチュン在来など反動的で反政治的な背景を持つ曲は徹底的に禁止するべきだ。ついに実質的な禁止宣言。歌謡曲だな、メロディーは所詮は歌謡曲じゃんみたいに思ってたのが、なんかロックに聞こえてくるんですね、私はね。それでいい曲だなって改めて思いましたね。やっぱりいろんな人が歌い継いでいくっていうのはやっぱりいいメロディーなんだ。で、僕の先入観も取っ払って、なんかこの曲のドラマを現代版でアレンジしたら、やっぱり現代版はロックかな。
日中戦争時代の上海に生まれたホーリー・チュン・ツァイライ。アジアの歌姫たちが歌い継いだこの歌は戦争や政治に翻弄され続けてきました。しかし歌の命が尽きることはありませんでした。誕生から70年近い時を経て、今この歌はようやく一編のラブソングとして人々に愛されるようになったのです。